この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、さいとうなおきです。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、華やかな感じのするイラストですよね。種子さんの作品で、タイトルは君と桜。さいとうなおきさんはじめまして、種子と申します。以前から添削の動画やミリシラなど楽しく拝見させていただいていました。元々の素敵なイラストがさらにプロのように素敵なイラストになっていくのを見て、ぜひ私のイラストも添削していただけたらと思いご応募いたしました。今回応募させていただいたイラストは人外の男の子を描きました。風を操り桜を回せるようなイメージだったのですが、伝わりづらくなってしまいました。どうかさいとうなおきさんの力で伝わりやすく変えていただきたいです。イメージの伝え方を主に添削していただきたいですとのことです。ですね、まずイメージが伝わりづらくなってしまったということなんですが、イメージ十分に伝わっています。人外でありつつもこの子の無邪気な雰囲気、そしてですね、明るく軽やかな色使いから今にも桜を操って踊り出しそうなね、そんな印象を受けました。種子さんが伝えたいイメージ、すごくね、まっすぐに伝わってきます。絵を通した伝達力の高さ、素晴らしいと思いました。でね、今回どこを添削していくかなんですが、そうは言っても種子さん、もっと上を目指したいんだって思うんですね。ある程度伝わっているかもしれないけど、でもまだ私にはあなたにイメージを伝えたいんだ。そんなね、意気込みをコメントからも感じました。なので、さらにこの絵のイメージを膨らませていくにはどうすればいいのか。イメージの膨らませ方。これについてね、今日はお伝えしていければと思います。この動画を見ていただければ、なんとなく伝えたい印象は作れているんだけど、でももっともっとイメージを膨らませて人に伝わりやすい絵にするにはどうすればいいのか、ヒントにしていただけると思います。それでは早速行ってみましょう。まずですね、このイラスト、最初に添削したいなっていうふうに思った部分は、この腕ですね。というのも、風を操って回せるような印象とあるんですが、この子が桜を回せているのか、それとも舞い散っている桜の中に偶然居合わせたのかっていうのがですね、いまいち分かりづらくなっているからです。それを分かりやすくするためにこうしちゃいましょう。はい。まずね、前の腕を大きく前に広げてみました。次にですね、後ろの腕、これもね、広げていきましょう。はい。どうでしょう。なんかもうこれだけで手をかざしていることで、この子の意志と桜吹雪がリンクして、あ、この子が風を操って桜を回せているんだなっていうことが伝わりやすくなりましたよね。それに桜の中で舞い踊る楽しげな雰囲気もアップするように思いますね。次はですね、腕を大きく広げたので、もともと書いてあったこの辺りのシルエット、このね、腕の曲げたあたりのこのシルエットですね。ここが必要なくなってしまったので、これをね、うまく利用して、さらにアクティブなポーズに変えちゃいましょうか。こうです。はい。足を上げたようなポーズにしてみました。これによって桜と一緒に舞い踊っているような雰囲気がさらに伝わりやすくなったと思います。あとね、ちょっとこれは細かいことなんですが、こういう風にするとさらに動きを感じやすいようになります。こうです。はい。ちょっとね、今のわかりますかね。すごく細かいところなんですが、顎を少しだけ突き出してみること。はい。こんな感じですね。
これによっても動きを強調できるんですね。ほら、見比べてみるとわかるかな。ほんのちょっとなんですが、なんかこう動いている途中の雰囲気になりますよね。はい。これはね、結構使えるテクニックですので、覚えておくといいと思います。あとね、首だけじゃなくて、そもそも画面全体的に少し傾けてもさらに動きが強調されます。こんな感じですね。はい、こんな感じ。そしたらですね、ここからちょっとまたさらに細かい部分に入っていきます。髪の毛ですね。今もよくかけているんですが、この髪の毛の毛先だけ、ちょっとニュアンスをつけてあげるだけで、実は風を感じるような動きって付け加えることができちゃうんです。やってみます。こうです。はい。少しね、光で飛んでしまって見えにくくなってしまっていた角と、あともしかしたら解釈が違っているかもしれないんですが、この後ろの毛、これはね、ポニテの後ろの部分かな？ちょっと違っていたらごめんなさいね。そのあたりを補完しつつ、はい、見比べてみてください。もうちょっと大げさにすることもできるはできるんですが、どうでしょう。毛先を少しだけいじくっただけなんですが、少しだけ動きがね、追加されたような感じがしませんか？いかがでしょうか？毛先の表現だけでもこのぐらいニュアンスの違いって出せるので、この動画を見ている人もちょっと自分のイラストでやってみるとすごく面白いと思います。あとはこれも結構細かいんですが、この頭の上に乗ってるこのキラキラ模様。これね、結構器用だなって思ったんですよ。一見これ髪のハイライトに見えるんですけど、実はこれ違っていてですね、画面全体にかかっているエフェクトなんですね。それが結果的に髪の毛の位置にかかっているから髪の毛のエフェクトとしても見えているみたいな。意図的にそういう風にしたのかどうかはわかんないんですが、結果的にね、そういうトリッキーな描き方がされているんですね。ただね、ここにこういうトリックを使う理由ってあんまりないのと、それにこういう描き方をしてしまうことで少しね、画面が平面的に見えがちなので、このキラキラハイライトは髪の毛のハイライトとしてしっかりとこの面にくっつけちゃった方がいい見栄えになるような気がします。やってみます。はい。こんな感じ。で、あとは表情。これについても少しだけ調整してみます。はい。もうほんのちょっとの違いなんですが、口を開けて目の下まぶたをね、はにかむように少しだけ上に上げてみました。特にね、口を開けるとですね、なんとなくアクティブな印象になるので、動きを感じさせたい、楽しげなイラストの場合には、口を開けてあげると効果的だと思います。で、あとはですね、この後ろの方に見えている、これですね、この部分。これは多分、この子の髪の毛の一部だと思います。髪の毛に見えているんだけど実は肉体の一部みたいな、なんかそういう触手的なやつだと思うんですが、これのね、色が若干重たいので、この絵の持つ軽やかな雰囲気を少しだけ邪魔しているかなというふうに思いました。なのでシルエットも含めて軽やかに見えるように変更していきましょう。はい、こんな感じですね。真っ黒だったところを空気遠近をかけて、奥に行くに従って白く飛ばしていく。そうすることによって固有色は黒だっていう風に伝わるけど、絵としては軽やかさを感じる薄い色という風に印象を操作することができます。
それとですね、これは絵的な見栄えにも関わってくるんですが、このイラストあんまりですね、画面全体に密度感の違いがないんですよね。それが少しだけ絵にのっぺりとしたような間延びした印象を与えてしまっている部分がありますので、例えばこんな感じで密度をプラスしてあげてもいいかもしれません。こうです。はい。こんな感じでね、着物に風をイメージしたような文様を描き入れました。こういう密度がある部分を追加すると、画面がぐっと引き締まる感じがすると思います。あとは最後に全体的に少しだけ影と光が当たっているところのコントラストを調整しますね。はい、こんな感じです。キャラクターについては以上となります。次はですね、この桜の花のエフェクト。この部分について解説していきたいと思います。桜の花のエフェクト。今のままでも悪くはないんですが、このままだとね、ちょっと風を操って桜を回せているというコンセプトが若干見えづらい部分があります。というのも、桜の花の回せ方が自然すぎるんですよね。回せているっていうことを伝わりやすくするためには、実は桜の動きをあえて不自然にする必要があるんですよ。例えば、こうです。はい。手前のエフェクトを下の方にボリュームを持たせながら、こういう下から上に登っていくような動きにしました。こういうね、ボリュームの差をつけると、ボリュームがある方からボリュームがない方に物体がね、移動しているような視覚効果を持たせることができますね。で、さらに今の原理で後ろの桜も描きます。はい、今度は逆。画面の右側から左下の方に桜がね、動いているような効果を作り出しました。もう勘のいい人は分かったと思うんですが、そうです。今の修正を通して僕が作り出したかった印象というのは、矢印で描くとね、こんな感じの、こういう大きな円を描くような動きですね。この動きを作り出したかったんです。で、その不自然な桜の動きに対してこの子が手をかざしている。ということは、あ、これはこの子が風を操って、そして桜を舞い上がらせているんだっていうことが絵から伝わってくるようになりましたよね。こんな風にキャラクターの動き、そしてエフェクトの動き、これを連動させることによって絵全体の印象というのは見た人に伝わりやすくなります。今回の伝作は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？結構ね、印象は華やかな印象になったと思いますが、顔や髪の毛はもう全然描き換えていないのがお分かりいただけると思います。こういうね、ポーズの違いやちょっとした描き方の違いだけでここまでね、印象を変えることができるんですね。今回はイメージの膨らませ方というテーマで、より絵の持つイメージや動きを見た人に伝わりやすくするにはどうすればいいのか解説してきました。はい、最初がこの状態で、そして次にこうですね。キャラクターのポーズを変更することで、特にね、手を広げて大きな動きをつけてあげることによって、この子の意思によって風を操作しているんだという感じを伝わりやすく調整しました。そして次にその動きに連動させて、桜の花びらを不自然に動かすことによって、さらにこの子の風を操る能力を強調し、一発でそのイメージをね、見た人に伝えることができることをお伝えしてきました。いかがだったでしょうか？また今回はキャラクターの動きに関する解説でしたが、キャラクターにね、動きをつけるのいまいち苦手なんだよなっていう人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、
気まぐれ添削45。この動画でキャラクターに動きをつける時のコツを紹介していますので、興味がある方はこちらを合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、コーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんぽん。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。